はい、おはようございます。マスターです。今日はですね、これ、カラオケボックスでですね、撮ってますけれども、今日はですね、皆さんご存知の、この前のですね、小川さんと対談しましたけれども、そこの小川さんのところのですね、ダイレクト出版のコピーライターで、僕もお世話になってますけれども、寺本さんという方とですね、対談してみたいと思います。寺本さんちょっと聞きたいことはですね、コピーライターなんで、どういう広告がいいのかとか、こういう広告あかんでみたいなとか、でコピー書くときに、例えば広告書くときにこういうことを気をつけた方がいいんじゃないでしょうかとか、こういうふうにすると絶対確実に売れないみたいなね、そういうですね広告のヒントみたいなのをいただけたらなと思いますので、ぜひですね、コピーを困っている方はですね、この動画をですね見ていただければなと思います。それでは寺本さん、今日はお化け屋敷からよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかめっちゃ遠慮してますけど寺本さんいつもお世話になってるんですけれども、ちょっと自己紹介、これご覧の方分かんない人もいるんで、自己紹介をちょっとしてもらっていいですか。寺本貴弘と申します。1979年ですね。で今、ダイレクト出版という会社で、ザ・レスポンスっていうメルマガやってますけども、そこのマーケティングディレクターと、コピーライターっていうのをやってます。要するに販売というか売り上げを上げて、利益を出すというのが僕の仕事ですね。素晴らしい。寺本さん、ちなみにダイレクト出版はいつから行かれてるんですか？会社自体ができたのが2006年の6月ぐらいなんですけど、僕がそのちょうど1年後ぐらいから2007年のそうですね、秋ぐらいですかねに小川と初めて会って、最初はジョイントベンチャーみたいな感じだったんですけど、話してるとこの会社すごいめっちゃ面白いなって感じで、弟子入りさせてみてくださいみたいな感じですね。それで、入社というか、最初はお金いらないんでちょっと修行させてくれみたいな感じだったんですけど、それはできないということで、お金払うんでということで、雇うことになりましたね。そっか。最初から、寺本さん、ほんじゃダイレクト出版入る前からコピーライターだったんですか？そうですね、自分でいろいろインターネットで商品は売ってて、その、前の職業がシステムエンジニアだったんですけども、東京の方でやってまして、で、それやりながら、インターネットでその商品を売るっていうことの面白さに、ひょんなことから気づいて、副業みたいな感じでやってたんですね。副業がどっち？副業が大学出版ですか？ごめんなさい、大学出版入る前にシステムエンジニアの会社やったんですけども、そこで自分でその副業で、インターネットで商売するっていうのをやってました。なるほど。で、それをやってて、そこそこラッキーなことにうまくいって、で、ちょっと家庭の事情もいろいろあって、東京やったんですけど、嫁さんも東京に来てたんですけど、2人とも大阪の人だったんですよね。で、ちょっと嫁さん体調とかもあって、で、そのきっかけで、そのシステムエンジニアの会社は5年ぐらい勤めて辞めて、大阪に来ました。なるほど。そっか。じゃあ、最初からコピーライターだったわけではなく、最初は SE の仕事をされてて、そうですね。感じで、ダイレクト出版に入られてから、ほんじゃ、なんかすぐにコピーを書いたんですか？この前も小川さんとインタビューして聞いたんですけれども、誰かのなんかファイルを訳して売ったみたいなことを言ってたんで、誰やったかな、ジャンヌ・ダルクじゃなくて誰やったかな、なんか誰かのコピーを書いたって聞いたんですけど、それってラモさんが書いたんですか？その情報が全然分からなかったです。なんか誰かの、要は最初からコピーを書いてなくって、コピーライターになるきっかけは一体何だったんですか？じゃあ僕がですか？そのシステムエンジニアやりながら副業してた時に、インターネットで稼ぐ方法っていうのが、その時は、2005年か4年ぐらいだったと思うんですけども、出始めの時だったんですよね。で、なんかいろいろ方法があるなと思って、いろいろ自分なりにやってたんですよ。その中で、なんかコピーライティングという言葉をたまたま知って、で、じゃあこれちょっとやってみたろうかっていうことで、ちょっと使ってみたんですよ。ほんなら、なんかすごい結果が目に見えてポンって変わって、それまではそのインターネットで稼ぐとか言っても、1000円とかそういう単位だったのが、コピーライティングちゃんとやったら、月に何十万っていう、パートナーがいたんですよ。パートナーと
利益分けても、2、30万ずつみたいな感じで、副業でそれだからだいぶいいじゃないですか。だいぶいいですね。そんな感じだったので、これコピーライティングすごいなと。で、そこからハマりましたね。ハマって。これはすごいと。ほう。ちなみにその時は何を売ってたんですか？その時は、副業の時っていうのは。副業の時は、いろいろ失敗したものもたくさんあった情報商材ですね。はい。で、その2、30万という時は、投資の商品を売ってました。投資の商品、それは自分で、誰かのその投資の商品を売ってたのか、自分で考えたものを売ってたのか、どっちなんですか？僕は投資が全然できないんですよ。で、なので、その時は、投資の商品なんか売ったら面白そうやからってことで、ミクシーで、投資ですごいうまくいってそうな人調べて、でその人にコンタクトして、僕ちょっとこんなにやってるんですけど、一緒にやりませんかっていうことで。オールアバウトジャパンみたいですね、なんか。そんな感じですね。そっか。それで売っていって、で、月に副業で、パートナーと全部で7、80万儲かってたみたいな感じですよね。そうですね。はい。これで、ダイレクト出版に入られて、ちょっと話、プロセスが飛びますけれども、今まで一番売れた商品、言っていいかどうかわからないですけど、一番でかかった収益となったコピーって一体何ですか？コピーはいろいろ目的があると思うんですけども、いわゆるそのフロントエンドを売るっていうのと、バックエンドを売るっていうのと役割が違いますよね。確かに。はい。で、フロントエンドを売るっていうのは顧客を獲得する。で、バックエンドっていうのは利益を出すっていう目的。なので、会社にそのインパクトがあったっていうのは、そのフロントエンドのコピーですかね、僕の場合は。それは何の商品でした？それはね、今も売ってるんですけども、一番かどうかわかんないですけど、僕が自身に気に入ってるコピーは、15ステップコピーライティング。9800円のそうですね。70万円のコーチングで教えてた15ステップのやつですよね。声が全然聞こえない。僕も持ってますけども、あれとてもいいと思いますけども、コピーが一番のお気に入りで。そうですね。コピーね、あれに書いてある通り、2時間半で書いてるんですよ。で、制約率8%とか9%と出てるんですよ。それはリストの 7%、8%？リスト全部の、例えば1000リストだったら、その流したうちの 7%、8%ってことですか？100人がセールセンターを見たら、8人から9人が買う。めちゃくちゃ高いですね。そうですね。今はちょっと落ちてるかもしれない。それでも多分3から 5% ぐらいはあると思います。高いでしょ、普通に。コンバージョンが 3% から 5% ってことでしょ？そうです。やばいですね。あれはかなりいいヒットになっていて、お客さんがどんどんあれから来るので。なるほど。で、コピーが2時間半で書いたコピーがあるじゃないですか。それっていうのは、僕らでいうところのスワイプか何かを使って書いたのか、寺本さんがもうオリジナルでガーって書いていったのか、どっちなんですか？もちろんスワイプファイル使います。スワイプファイル。なるほど。はい、どうぞ。こうやってインタビューしてますけども。はい。はい。ありがとうございます。ですね、今、インタビュー中にですね、こんなパフェがね、こうやってパフェがこうやって来たんで、ちょっとそれでちょっと中断されましたけれども、で、そんな感じで、スワイプファイルを使ったということなんですけれども、ちなみに教えてもらったら嬉しいんですけど、何のスワイプファイル使ってあれ書いたんですか？あれは、中心となっているのは、ゲイリー・ハルバートのセールスレターなんですね。ゲイリー・ハルバートっていうのコピーライター。ゲイリー・ハルバートのコピー。ゲイリー・ハルバートの、ちなみに何ていうコピーですか？デスペレート・ハウスワイフのやつですか？そうですね。ダイエットの本があるんですけども、その本を売る、多分あれ雑誌広告かなんかのコピーだと思うんですけども、そのスワイプファイルが、そのスケルトンというか、全体の骨組みとして手が入ってる全体の骨組みとしてそれは使ってますね。手がこれ今こうなんだよ。映ってるの逆なんで。そうですね。こうですね。はい。そうですね。なるほど。で、ちょっと確信づいたですね、コピーの話聞いていきたいんですけれども、みんな今インターネットマーケターにしても、で、僕らみたいな治療家にしても、どんな業種にしても、なんか広告っていうこと
を主軸に考えると、まあ、要はコピーライターって広告書く人じゃないですか。広告って寺本さんは、まあ、寺本さん今ちなみに大学出版でだいたい今2、3000万の売り上げ一人でね、毎月ですよね、毎月2、3000万の売り上げ、まあ一応チームでやってますけれども、寺本貴弘は2500万以上上げへんかったら会社が赤になるみたいな状態ですけれども言っちゃっていいかどうかわかんないですけど、でも、まあ、そんだけ上げていこうと思ったらよっぽどたくさんですね、まあ、コピーを書いていかないといけないと思うんですけれども、コピーで寺本さんが主に一番何が大事ですか？何が大事ですか？まあ、一番ではないかなりね、あれなんですけど、まあ、使いやすいっていう意味でちょっと聞いてる方がね、すぐ使えるようなものがいいと思うんで、使いやすいのをちょっと紹介しようと思うんですけども、まず一つは何個あるか分かんないですけどまず一つはみんなね、この商品は他よりいいですよいいですよって言ってしまうんですよ。おー、確かに。はい。でも他よりいいですよってあらゆる人が同じこと言ってるんですね。確かに。そうですね。セールスマンとか来るじゃないですか。新聞取ってくださいよとか来るじゃないですか。で、いや、今うちこれ取ってるんで、もういらないですとか言っても、いや、こっちの方がいいんですよ。だってこんなんなってるでしょ。っていうようなセールストークなんです、みんな。確かに。セールスレターとかでもそうなんです。確かに。今までなかったこんなもの。今まではこんなんだったけど、これはもっとこうなりましたみたいな。こっちの方がいいですよ。ってなって、より良いっていうふうに言っちゃうんですよね。なんか僕らの治療の業界でもそうですけども、いや、あそこはあかんで、うちはこういうふうにやってるからすごいいいんですよ、骨がどうなっててすごく良くなりますから、うちぜひ来てくださいって、こんな感じですよね。そういうセールストークがダメで、まあダメというか、まあ一応型っていうかね、そのコピーのアイデアとしてはあるんですけども、もちろんその他よりもいいっていうのは一つのベネフィットではあると思うんですけど、それだと他と言ってることが同じなんで、まあちょっと難しいんですよね。それをやめて違うことを言えばいいです。例えばさっきの15ステップコピーライティングの話だと、あれコピーライティングの商品なんですよ。確かに。で、コピーをうまく書けますっていう商品は世の中にいっぱいあると思うんです。でもあれは何が違うかっていうと、何が違うかっていうとってこの違うっていうのがポイントなんですけど、言葉としてはね。何が違うかというと、あれはリサーチをするための商品なんですよ。2時間でリサーチを終えるための商品なんですよ。確かに。そう言われると、そうです。そうなんです。ブレッドがどうとかって話してないですもんね。そうです。どうやって、要は、まあ、段取り8分って言葉があるように、コピーでもみんなですね、初心者コピーライターというか、なんというか、コピー目指している人って一番何を間違えてるか、どういうふうに書けば売れるかなってばっかり考えてるんですよ。例えば、こういうふうに書いたらこんだけ売り上げが上がって、こういうふうに言ったら、ここの部分にこんだけ、例えばここの文字の色を、フォントの色をこんなに色に上げたら何%上がるとか、そういうテクニック的というか、どういう How to Writing をめっちゃみんな目指してるんですけれども、そうじゃなくってリサーチの部分、要はお客さんが何が欲しいかっていう部分をしっかりして、それを伝えるためのコピーを書けば、まあ平たく言えばベーシックに言えば売れるじゃないですか。そのリサーチのビデオですよね、あれってね。そうですね。だからそう、うまく書けるようになるビデオではなくてリサーチが完了するビデオなんですよ。商品なんですよ。そうですよね。そうするとお客さんどうなるかっていうと、コピーライティングの商品も持ってるから、それ書き方知ってるよって言ってる人でも、いや、それ違うんですよ。これ2時間で2時間か2時間半って忘れたんですけど、2時間半です。2時間半ですよ。はい。なんでこうしましたね。お客さんからです。で、それで、その2時間半でリサーチが完了できますよって言われるから、まあこれちょっと持っといた方がいいんちゃうかなっていう感覚になるんです。納得した今。それは違うからです、他と。確かに。うちは、でもね、まあ、うちはこれが違いますとか、あれが違いますとか、っていうのと、さっきの、うちは、いや、そうじゃなくてこれがいいですよっていうのは、なんかごっちゃにしてしまう人がいるんですけれども、例えば、要は差別化を図ってるわけじゃないですか、他の商品と。で、その差別化を図ってるのか、もしくは、なんかこう、いや、どこよりもいいですよみたいな感じで、こうなんかこう、ゴリゴリに押してくるとか、うちはそれは違うんですよとかっていう、まあ、大阪のね、セールスマンとかたまにいますけども、そういう風になんか聞こえてしまいそうでもなくはないんですが、なんせ、リサーチの商品っていうことなんですけれども、まあ何を喋ってるのかちょっと何を喋ってるのか分からなくなってきましたけれども、まあ違うと。で、
寺本さん、他に何か大事なことってありますか？要は、うちはこれとあそこよりもいいですよじゃなくて、何か違いを表すということ。まあ、これ USB って言ってもいいんですか？ USB ですね。ああ、USB です。まあ、そうですね。今 USB という話が出たんですけど、まあ、違いがお客さんのベネフィットと繋がってないと意味ないんですよ。まあ確かにそうですね。で、結構ね、USB が重要だってみんな知ってると思うんですよ。うん、で、なんかその違いを作らないといけないっていうのは、もう多分分かってる人もいるんですけども、確かに、はい、セミナーとかで、寺本さん、ちょっとコピー見てくださいっていう、まあ、来られる方がいらっしゃって、で、私、この USB は、私がやってること、なんていうかな、何やろ、唯一、なんか、これ言っちゃうとちょっと特定されるかもしれないので、ぼやっと言いますけども、ぼやっと言いますけども、なんていうかな、お客さんと関係ないようなことをね、言ってるんですよね。お客さんの、いや、それは、まあ確かに違うか知らんけど、別にそれがどうしたんみたいな。で、よく僕が例に出すのは、これ大企業だから別にいいと思うんですけど、大阪、関西にね、上新電機って電気めっちゃ言ってるやん。まあ別にそこは、大きいからね、上新電機いいと思いますけど、あそこは、あそこに行くと分かるんですけど、アナウンスでね、上新電機は唯一関西資本の電気家電量販店です。ずっと言ってますね。唯一関西資本、唯一関西資本。それまあ唯一か知らんけど、別にそれが何もメリットを感じないんですよ。ただなんか俺たちはなんか日本でたった唯一のこれ〇〇ですよみたいな感じで言いたいだけですよね。それ言いたいだけなんですよ。唯一何々って言いたいだけで、だからどうした世界初のどうちゃらっていうのそれで一緒ですよね。そう、関西資本だから買うわけじゃないじゃないですか、僕らはね。リサーチができる商品だから他と違う。で、リサーチが必要だから買う。やっぱりベネフィットとつながってないとそうユニークにして意味がないんですよ。確かにね。まあこれ治療のことと関連付けると、うちは世界で初めてこんなに手からこんなオーラが出せますとかって言っても、それとお客さんが欲しいものがイコールでないと、要はコピーが機能しないってことですもんね。そうですね。そうですね。だからそれだったら例えばですけど、ポジショニングっていう本があるので、ぜひ読んでほしいんですけど、その USB。ポジショニングって誰の本ですか？アルライズっていう方の。これはぜひコピーというかマーケティングをやる人は、名著なんでぜひ読んでほしいんですけどね。要はその見込み客、お客さんの頭の中で何といえば何っていうポジションを築きましょうよという話ですよね。で、っていう本の話ですけど、それは本の紹介になったのでそれ、ガイネット出版で売ってますか？いや、普通に Amazon で買います。何の話しちゃってないか。ポジショニング。ポジショニングですよね。例えばね、整体院だったら分かんないんですけども、唯一の手からオーラ出ますとかっていうよりは、ポジションを決めちゃうんですよ。自分は、例えばポジションっていうのは、お客さんは誰なのかと。例えば、じゃあ私は、小学生専門の整体師ですというだけで、小学生の整体探してる人は、そこ気になって知らないんです。確かにそうですね。何でもやります、僕のところの整体はもうゴッドハンドでどんなのでも回しますっていう人よりも、いや、うちは小学生しか見ないんです。小学生、まだ手が入ってないです。小学生専門の整体師ですっていう方が、引きがすごい強いですよね。ネタでやってるんですか？確かにそうですね。小学生の子供を持ってるお母さんからしてみたら、そこは気になってしゃあないですね。姿勢矯正とかつってもね。そう。ポジショニング。だからね、要はお客さんっていうのは、僕ら売り手が思ってるほど、こっちのこと知らないんですよ。確かに。で、自分の問題が何かもよく分かってないんですね。で、僕は姿勢を直したいと思ってるけども、どこに行けば直るか分からへんし、どういう整体に行けばいいか分からへん。で、整体に行けば治るかどうかもよく分からないんですよ。で、そこに、例えばね、じゃあ、姿勢矯正の専門の整体ですっていうふうに言われたら、ここに行けば治るんやって思う。確かに。他が言ってないですよね。で、姿勢直したいと思ってる。で、そこが他と違うメッセージを発信してる。いや、そこのコピーが正確ですから当たり前じゃないですか。確かに。そういうことですよね。そういうことですよ。なんか何でもできます系が、例えばそれ整体にしてもコピーにしてもそうですけども、どんなコピーでも書けます、どんな治療でもできますやったら、
要は何もできないと一緒じゃないですか。そうですね。要は差別化されてへんし、みんなが言ってることやし、それは。でも例えば寺本さん今いくつですか？31歳で子供さん2人おられて、子供さん2人おめでとうございますでなんかちょっと付け加えたみたいなで31歳子持ち2人のお父さんに朗報ですって言われたら、そうですね、お父さん振り向きませんの？子供さん2人持ってるやったら31歳ですからね。そうですね、それと一緒で、例えば男性の方いらっしゃいとかって言ってもはぁって感じですよね。そうですね、そういうことですよね。2つぐらいは絞った方がいいっていうふうに言われますね。2つ、神田さんとかはそういうふうに言ってますね。なるほど。例えば性別と年齢とか。なるほど。それをコピーに、入れていくってことなんですけれども、例えば書き方とかどうですか？もちろんスワイプファイル使って流れるように書いていけばいいんですけれども、じゃあ寺本さん、スワイプファイルを使ってかつそのポジショニングがしっかりしてたらでお客さんのリサーチもできてたら、じゃあ売れるんかって言ったらこれ売れるんですか？このコピーは。ちょっと難しい、質問的には難しいですね。どこまでちゃんとリサーチできるかっていうのもよりますので、どういう答えを。そうですね。いや、なんせ、ダン・ケンディとかのリー・ミルティアの音声聞かせてもらうと思ったんですけど、絶対もうリサーチも完璧にできた。でお客さんの欲しいものも分かってる。でコピーもしっかりできてる。でマーケティングのシステムもしっかりできてるけれども、売り上げが上がらないっていう時もやっぱあると思うんですよ。そういう時って何なんですか？なんで上がらないんですか？そういう時ってもう完璧なのに流れが。なんでしょうね。どういう状況かにもよりますけども、例えばマーケティングの仕組みとかそのコピーとかっていうのは、いわゆるそのツールというかね、なので、ただ流れとそのコピーというのはツールなので、例えばそれを使う人のそのセルフイメージだとか、マインドセット的なところとか、そういうところは影響すると思いますけど、っていう流れでよかったですか？大丈夫です。結局そこの部分でもちゃんとしなあかんし、マーケティングのシステム的にもちゃんとしなあかんし、コピーの入れ方によってもいろいろ変わってくるっていうことでいいですよね。なんかね、僕もそうなんですけれども、なんか例えば1個コピーがあったら、そのコピーでドカンと当てようと思うんですよ、人って。なんかこの一発の、例えば1万円ものの、例えば僕らって広告で、例えば新規の患者さんとか新規のお客さんがドカーンとやってきたら、そのコピーをよっしゃ OK やってことになるんですけども、でもそのコピーを違う地域でやったりすると全然反応なかったりするんですけれども、これって一体何なんですかね？今の話でいくと、地域が違うだけですね、条件が。そうです。地域が違うっていうことは、住んでる人が違うってことですよね。そうです。それだけですよね、そうですね。で、見込み客のリサーチをするときに、観点としてね、彼らのその生活パターンというか、行動パターン、申し込みパターンっていうところもきちんと見た方がいいんですよ。例えば、僕は大阪に住んでますんで、電車に乗るっていうのは普通のことなんですよね。でも僕は昔父親の会社の都合で大分に住んでたんですけど、電車に乗るってないんですよ。そうなんですか。大分市内だったんです。車で移動するみたいな感じですか、要は。そうですね。僕その時中学生高校生ぐらいだったんで、チャリバスですね。原付とかね。なるほどなるほど。だから全然違うんですよ。全然、例えばそれで駅地下ですって言われたら、大阪だったら駅地下って言われたら、駅地下でいいな。いいな。なるけど、大分で駅地下って言われたら、みたいな。こことここの駅に近くて、勤務先がここに近かったらいいんですけど、勤務先ここで、家こことかなんで、見えてないまだ。全然違う。全然違うんですよね。行動パターンが違うと、それはやっぱり反応が違ってきますよね。なるほどね。それで僕の大学出版が出した広告でもそうだったんですけれども、あれで反応がめちゃめちゃもう 0.42 どころじゃなかったところもあるし、0.42 どころか 0.04 もなかったよみたいなところもあるんですけれども、もうほんまもう地域だけで、要は新聞取ってないんですよ。取ってるけども広告なんか見やせえへんというか、
そういう地域性のところっていうのは全然なくて、もう毎日でもなんか広告めっちゃ入ってるけれども、そういう要はおじいちゃんおばあちゃんが住んでるようなところはめちゃめちゃ反応あるみたいな、あったんですけれども、まあ全部が重なっての反応ってことでいいですよね。そうですね、マインドセットももちろん、リサーチももちろん、コピーのその流れももちろんですけれども、まあ、そういうのは全体で一個のプロモーションっていう反応というか、まあ、そんな感じでいいですよね。そんな感じ。なんかこのビデオめちゃめちゃグダグダやなと思うんですけどもまあなんせ、まあ、一番大事というか、そういうリサーチが大事で、違いがちゃんと示されてて、でまあ完璧でも、売れへん時があるっていうのは、いろんなさっき言った条件みたいなのがあるということなんですけれども、他にですね、寺本さんが思うコピーで広告で大事なことっていうのは一体何ですか？さっき、違いって話しましたけどね、それ以外ってことですよね。そうですね、最近やっぱり思うのは、なんていうかな、なぜその広告に自分が反応しないといけないのか。要はね、これもちょっとリサーチに全部つながってくるんですけど、商品の良さを伝えるっていうのはみんなやろうとするんですよ。よく言われるじゃないですか。特徴とベネフィットを変換する特徴とベネフィットを変換する。で、分かるんですけど、それが本当に自分がその商品を本当に買う見込み客なのかっていうのを本人たちは分かってないんですね。それを分からせるためにはどうしたらいいんですか？じゃあ、あなたの商品ですよっていうふうにその人に伝えるためには何が必要ですか？まずね、僕コピーを書くとか、特にメルマガとかブログとか書くときによく言うんですけど、水族館もそうかな、僕は3ステップでいつも考えてるんですよ。大きくね。まず第一ステップが、誰に売るのか、誰に言うのか、誰に言うのかですね、そのメッセージを伝える、コピーってメッセージなので、誰に言うのか、で、何を言うのか、で、どう言うのか、どういうふうに言うのか、どういうふうに言うのかっていうのをみんなこうコピーライティングのね、あれでやるんですけど、それって別にこの言葉尻の問題なんですよ。でこれってどれだけそのスワイプファイルを読み込んでるかとか、経験がどれぐらいあるかとか、それによって変わってくるんですけど、上の2つっていうのはもう書く前に決めることなんですよね。で誰に言うのかっていうのはお客が誰かっていうことですよ。だから誰にセールスレターとかって言うじゃないですか。セールスレターって手紙ですよ。手紙って普通相手のことを思って書くもんじゃないですか。確かにね。でもね、書けないって言ってる人は誰に書いてるか分かってないんですよ。もうなんかとりあえず書かなみたいなね。そう、とりあえず書いてこの商品の良さを伝えるだけなんですよ。そうじゃないですよ。相手に誰に書くか決めないと書くことも決まらないし、僕はその例えばですけど、今僕のね、コピーで、そこそこ、売れるコピー書けるようになったんで、なりましたけども、そういう僕に対して、例えば、毎月1日ね、2時間の作業で月10万円儲かる方法がありますって言われても、例えば多分僕対象だったらそのベネフィットはあまり来ないんですよ。来ないですね。多分増田さんも来ないじゃないですか。全然来ないですね。そういうだから誰に書くのかによって伝えるベネフィットも違うってことですよね。一つの商品だってそうですよ。確かにそうですね。お金稼ぐっていうのでもさっきみたいに 2時間の作業で10万儲けるのと2時間の作業で毎週100万儲かりますやったら相手が違いますよね。誰にみんなやっぱり3番目から入っていってるんですよ。どういうふうに書いたら反応が何パーセント上がりますかとかって言って3、2、1って感じじゃないですか。どっちかって言ったら優先度がね。そうですでもこれは最後の最後でなんか素晴らしいことをですね、最後の最後で素晴らしいことが聞けたなと思うんですけどもいや話しましたよ結構自分で言うなみたいなちょっと終盤に差し掛かってるんですけれども、ほんでなんていうんですか、逆にこれをするともう絶対コピー絶対でも言っちゃってるのかな、わかんないですけども、もうこれをやるともうコピーも絶対もう反応だら下がりやでみたいな、唯一もし寺本さんが今思ってるのがあれば、唯一何かもうこれはあかんやろみたいなそうですね、終わってるコピー
1個に絞るのまだまあ難しいですけども、大きなものの一つとしては、そうですね、まあ、コピーのね反応させるのに、はい、まあ、3つの原則、いろいろ原則あるんですけどまあ、お客さんは読まない、絶対コピーを読まない、信じない、絶対行動しないっていうやつがあるんです。読ませて、信じさせて、行動させればいいんですけど、読まないし、信じないし、行動しないっていうのがありますよね。で、例えば読まないに関しては、例えば、ヘッドラインが面白くないとか、ヘッドライン見ても、フックの部分で終わってるみたいな。またこれかと。その下に、ね、何が書いてあっても、そのヘッドラインというか、まあ、ヘッドラインですよね。見出しの部分で、またこれかってなられたらもう終わりです。それメールアドレスっていうところのサブジェクトですよね。メルマガでいうところのサブジェクトが面白くなかったらもう開かないみたいな一緒ですよね。はい。だからそれをやっぱり僕らビッグアイデアっていうふうにずっと言ってて、やっぱ人ってアイデアが面白いから引き寄せられるわけなので、アイデアがしょうもなかったら見向きしないじゃないですか。まあ確かに。はい。そのアイデアが面白くない、要はフックが面白くなかったらもう終わりだぜみたいなコピーは。そうですね。でもそれ一番大事じゃないですか。だって中のブレッドとかどうとかっていうよりもその一発目の要は開くかどうかのところでもう面白くなかったらもうレター一生懸命何時間何週間で仕上げて書きましたって言っても読まれなかったら意味がないですよね。意味ないです。そうですね。まあ1個挙げるとしたらやっぱそこが一番なんですよね。ヘッドライン変えるだけでもう反応何倍にも変わってくるので。なるほど、わかりました。寺間さん、ほんま今日はですね、ぐだぐだこんなこれカラオケボックスなんですけれども中がですね、本当ありがとうございました。なんか今大学出版とか寺本さんがなんかおすすめの商品とかなんかありますか？商品、そうですね。これビデオ見てる方はコピーを勉強したい方ですか？もちろんそういう方もいますし、もうマーケターもいますし、お医者さんとか歯科医の先生もいますけれども、基本的にはみんなどうやったらお客さん来るんだなってみんないつも思ってる人ばっかりなんで、コピー、コピーライターもいますけども、そうですね。商品、まず、メルマガを読んでもらうのがいいかなとは思いますね。ザ・レスポンス。ザ・レスポンスのメルマガですね。あと、ザ・レスポンスコピーっていうメルマガも一応あるんです。最近ちょっと止まってますけどね。レスポンスコピーとレスポンスを読んでおいたら、そうですね。で商品がね、すごくたくさんあるんですよ。で、全員にこの商品おすすめっていうのはないので、読んでいただいて、でこの人にこういうのおすすめ、この人にこういうのおすすめっていうのを、そういう案内の仕方をしてますので、選んでいただければ一番いいんじゃないかなと思いますけどね。なるほど、わかりました。寺本さんにちょっと今日どうしても聞きたかったこと一つあって、いろんなコンサルタントというかマーケターの人たちっていっぱいいたと思うんですけれども、なんかマスダの USP って一体何ですかっていうちょっとそれ最後聞きたいなんか僕が他と違うようなところ、なんか僕がなんか魅力的なところっていうのなんかあったら教えてもらいたいんですけれども、これいろんな人に聞いてるんですけれども、北岡さんには松田さんある意味いい意味でアホやしお客さんに伝わりやすいですよとかね、小川さんやったらギャグセンスがいいから臨機応変に対応できてるよみたいな感じで言われたんですけれども寺本さんなんかそういうなんか思うところがあるというか、それがですね、お客さんのベネフィットにつながってた方がいいんですよね。何でもいいですよここまで来たらそうですね、やっぱ結果出してるっていうところが多いと思いますね。コンサルタントいろいろいるんですよね、やっぱり。ちょっと真面目なやってましたけど、結果出してはるし、自分でも整体師やってはるんで、それはやっぱり強みだと思いますね。別に逆もありなんですよ。海外にもいっぱいコンサルタントいてて、例えば飲食店の集客専門のコンサルタントっていう人がいるんですけど、彼は飲食店の経営者ではない。それが逆にUSP だってなったりするんですよ。で、増田さんの場合は実際に自分の治療院で経過出されてて、今も現役でやってます。少ないですけど現場でそうですよね。それはなんていうかな、そっちに惹かれる人ってすごい多いと思うんですよね。現役整体師かつ他の自分のところも繁盛してるし、他の生態も繁盛させてるし、っていうのは一つあるかなとは思います。い
いやー、嬉しいですね。はい。打ち合わせ通りですよ。打ち合わせ通りですね。言うなよみたいなね。まあ、倉本さん、で、もう本当に最後の最後に、なんかこのビデオを見てる方にですね、何かメッセージがあれば、どうですか、15分ぐらいでお願いします。嘘嘘。まあ、2、30秒か1分ぐらいで何かメッセージがあればですね、これからマーケティング頑張ろうと思ってる方にですけど。マーケティング頑張ろうと思ってる方ですね。そうですね。そうですね。やっぱりその技術的なこととか、そのノウハウとかっていうのはたくさんあると思うんですけども、何より実践してみないことには自分の身にならないと思うんですね。で僕のすごい好きな人の言葉の中に、どんだけいろんなことを教わっても、そのことに対する一番大事なことは絶対にやってみるまでわからないということがあるんですよ。でそれはまさに本当で、僕は一回起業して失敗してるんですよ。でその経験があるからいろんなことが分かってくるっていうのもあるので、ガンガン本当やってみるのがいいかと思いますね。いや本当にやってみるまで分かんないですよね。やってみるまで分かんないです。寺本さん、僕の去年撮ってもらったビデオとかでも、完全にしないふってふざけてますけれども、でもコメント500件以上入ったりとかして、で申し込みになって結構あったりとかして結果出してるんで、でもやるまでは分かんないってことですよね。そうです。僕もあれ、僕がね、今日ディレクションをやりましたけど、めっちゃ不安でしたもん、最初、本当に。いつも不安ですよ。はい。でも、あれ以上の不安はなかなかないと。いや、次第はね、さっき言ったあれと一緒ですよ。ヘッドラインと一緒で、つかみなんで、他の人と違うことやりたかったです。かつね、こんな感じですよね。どんな感じやっていう感じですけど、今日はありがとうございました。このビデオですね、今日見てくださった方ですね、コピーについてとかリサーチについて、お客さんについて、マーケティングについていろいろ出てきましたけれども、やっぱ結局のところですね、やってみなくちゃ分かんないよということです。はい。そんな感じで今日はですね、寺本さんといろいろお話ししてみました。またですね、誰か、ホリエモンか誰か出てくるかわかんないですけれども対談していきたいと思いますので、ぜひですね、メンバーになっていただいて、どんどんですね、この動画を広めていただいてですね、大学出版、もちろんのこと、マスターのですね、塾とかセミナーとか来ていただけたらなと思いますので、ぜひですね、見続けてください。それでは、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。